はい、それでは今日は3月の21日定期通信メロン農家通信定期通信始めていきます。またいつものヤギのところからスタートです。ヤギあったかいからのんびりしております。そして今週の出来事はまた動画撮ってあるんですが、これ長野パープルとこれBK シードです。植えました。先週の通信で言ったようにちゃんとに植えました。そして芝生の除草剤もやりました。かなり先週より緑が増えてきた気がする。もう芝刈りが始まりますね。そしてこれを先週は植える支度だったところを植えて、もう15日植えたんで、植えて6日ぐらい経って今生産中です。水を切っております。まあ順調でしょう。あったかいしね。油がガソリンは下がったな。昨日スタンドにガソリン入れに行って、はい、こんな感じ。これで植えて10日、いや違う、2週間ぐらい、2週間ですね、ちょうど。成長が早くなってきた。メロンの成長が。除草剤やった。これ多分来週になればこの草はだいぶ傷んでるはずで、ここは玉釣り OKOK。 今多い時は3回水だな。3回水かけないといけない。ここはね、ネットが来ております。ちょっと水が少ないか。もういい感じには来てるんだけど、緩んでるのはちょっと血が出てるな。まあでもいいメロンにはなりそうだな。ちょっと伸びすぎそうで怖い。ちょっとしおれ気味ですが、水は入れません今日は。いい感じね。ネットやっぱりネットが一番難しい。そして F5 か F5 やっております。 F5 のところが今日から収穫になる。昨日試しもぎして収穫。後半少しアザミウマが出たけど、まあいいメロンにはなった。これはね、じゃん、まずうちのメロンを見てみましょう。はい、ほらいいメロン、ほらいいメロンができております。そしてこれ F5 も良くなった。ほら良くなった。おお、これなんかほらビシッといいメロン。こんな感じで来週にはもうもぎ終わってますね。で今3月なんで、本当は今夏系やりたいんですけど、もう一作6代目もう進んじゃいます。で4種類のアールスメロン、それが月末から収穫。まだあとだから10日ぐらいか。なんだ、水が出てる。はい、これベネチア、いいメロンになってる。ただアンテナが短い。ベルダも見てみようか。ベルダも悪くないよ。アンテナはちゃんとある。
そんな感じですね。まあ駆け足ですがどんどんと進んでまいります。そしてそうだ、東京の方はもう開花宣言が昨日だか出てて、うちの方はまだですね。でもつぼみは大きくなってきたよ。ここ照準、これ照準合わせるの難しいな。こんな感じ。つぼみも膨らみ、来週には多分咲いてるね。来週の定期通信では多分あれができると思います。開花宣言で、それとともにシャインマスカットの芽も大きく膨らんできた。ほら膨らんできた。ほら膨らんできた。多分来週にはもう芽が大きくなってる可能性があるよ。水もガンガン上がってる。嬉しいね。春ですね。春がやってまいりました。やっぱり春になると忙しくなる。この芝生の薬やった。もう芝生始まるな。芝刈りが。芝刈りは癒しと言いながらもなかなか大変だからな。さあどんどん多分このなんだメロン通信の中でも毎週緑が濃くなっていくんだと思う。芝生も含めて。今月はもうF5 の部屋で、今月の収穫は終わりかな。そして来月早々にまたがって4種類のメロンの部屋が、その次の部屋がこれですね。ネットちゃんと回ってくれてる。よかった。でもここはワンチャンお知らせします。その時はお知らせしますが、アンテナがすげえ短いやつが結構あるんですよ。ほらこっちがアンテナがすげえ短く伸ばせなかったんだよな、うまく。なのでそのメロンを訳ありで、出そうと思います。あくまでもアンテナがダメなだけなんで、食べる方は美味しく食べられるはずのあれですね。そしたら苗を見てみましょう。育苗、今ね高見メロンの第2陣を今日まいて、7月の上旬から半ば収穫予定の高見メロンで、これは今女房が水かけてくれたんだけど、最初の高見メロンと、これは高見、普通の高見、さっきのが TL 高見、そしてこれがアールスベロッサ赤肉です。赤肉をやってみてほしいっていうコメントもあったので赤肉やってみます。そしてこれがディーバ糖度 20% 超えと、その次にやるのがこれ種取りしながら、これうちの夏4っていう純系品種で、これが岡山から来た夏4っていう純系品種、岡山から来た夏1という純系品種、それとともにみやび夏をちょっと一緒に育て比べしてみます。すごいよ、ビシッと。でもなんか遠見の高見メロンの種が揃って出ない、すげえ出が悪いやつと、いずれ出るんだけど栽培してんのにこうすげえムラがある。なんでだろう。うちの種なんか1日で揃って出るのに、
種が古いのかな。でも25年産って書いてあったんだよな。それが意味不明。種が揃わないのは非常に気持ちが悪い。最初が揃わないと最後まで揃わないから本当に気持ち悪いっす。今度は円形のブリーダーに聞いてみます。円形っていう種苗会社ですね。でこれは先週交配がそろそろ始まるって言ってたやつが終わりましたね。もう3日で荒増しになって最後ポツポツと遅いやつがちょっとあったぐらいでもうほぼない、ほぼ終わりで摘心をします。まあいつものあれですな。毎週報告はそんなに変わらずにこうぐるぐると回って育て方が回っていくだけだからなかなか真新しいことがない。でここに来たらコメント返し始めます。コメント今週はね意外と回った、いろいろな面で。でコンテンツコミュニティ、今週はね突発的に井戸を掘ってほしいという、仲間のところなんでもう突発的に井戸を掘りに行ってその動画がすぐ出せたんで回ってますね。よかったです。まだねバナナは言ってくれないようです。残念。そしてこれがもうそろそろ実がこの根元のここが膨らんでくるんだよな。まだだな。取っちゃうとまずい。まだできてない。まだ実にはなってない。花取っちゃうと花のここが膨らんでくるはずだから。まだおつまみ、まだもうちょっと先です。だいぶでももっこり大きくなってきた。で来週は地長期やって植えないといけないな。さあスイカもそろそろ種まきます。遅いぐらいだけどまあいいでしょう。じゃあコメント先週の名古屋ミーチンさん、先週ののメロン農家通信、暖房費やばいやつですね。車は乗ってたアクアが10年以上経つので新型のアクアに乗り換えました。リッター20以上伸びますよ。アクアが燃費いいのは知っているけど農家には軽トラがやっぱりいいな。軽トラも15キロぐらい走るし。ありがとうございます。そしてもう一個名古屋みちみさん、社員を植えた時にブドウ系の YouTube の動画をよく見たんですけど春の水あげ時は水やり多めにした方がいいと言ってました。大丈夫、水あげてる。そして結構多分順調だと思う。あげてます。本田さんこんにちは。こんにちは。でもちょっとでもこうくれるのは嬉しいな。おはよう、ちーくんおはようございます。日曜日の朝から家庭菜園の畑を耕して、鶏糞をまいてきた信州のちーちゃんです。東進地区で当たりです。ね西側に山だからね。東信越っつうのか多分そうだな。で東進だな。素性の分かるないその気持ちは本当分かります。途中からダメになったら後悔しかないですもんね。ダメになったらっていうのか本当にそのやつがちゃんとに出てくれるんだろうけどね。で油の件も事業者さんは切実ですよね。うちの小さい工場も毎年冬の灯油代はエアコン併用でも 2,3 キロは以上は使うので、そこそこ足かせですね。本当だよ。
肥料も値上がるみたいですから、先日カインズで安くなってた化成肥料を2袋買っときました。肥料はね、1回何年前か2年前ぐらいにすっげえ上がって、そこからちょっと落ち着いてきたなって思ってんだけど、今回のホルムズの関係で、イランのホルムズ海峡の関係でかなりまた上がるっていう話は肥料屋さんも言ってた。うちの有機肥料も化成が主に上がるんだけど、やっぱり輸送の都合でうちの配合肥料の入ってる材料とかも部分的に上がるものがあるみたいで、多少は上がってくるっていう話はもう聞いてますね。どうだ、水しっかりかかってますよ。かけてある。濡れてるでしょ。だから多分いい感じで行ってくれるとは思うけど、朝ねちゃんとにね、水が上がってきて、ここ上がってるほら濡れてるでしょ。水ビシビシ水揚げしてるから、多分うまくはいってるんだと思う。目もこんな膨らんできたし、こっちからこう取った方がいいのか。ほら、来週はもっとつぼみも大きくなってると思います。はい、続けて畑も 4.5R ほどの家庭菜園。 4.5R っていうと130坪、135坪ぐらいは。135坪で家庭菜園ってちょっとやばいよ。結構あるよ。合成が150坪だから、そこから 0.5 引くから、135か。135坪。いや、それだけだと肥料そこそこ使うと思うよな。でも葉っぱもんとかはそんなには使わないかな。でもやっぱりなり物、かぼちゃだとかスイカだとかメロンだとかやるってなると、そこそこ使いますね。でも化成肥料だからそこまでたっぷりねでもないのか。で、農家さんの価格転嫁が容認される社会が早く訪れますことを願います。そこは難しいんだよな。価格転嫁、僕が価格転嫁したいって言っても、いや、こういうのはできる。メロン価格改定、自分で庭先で売るやつとかは値上げさせてくださいって言って値上げして、全然文句言われたことはないんで、いつも安いって思ってたんで全然いいですってみんなに言ってくれるんだけど、例えば市場とかはもう相場なんで、材料が上がってるから、高く買ってやろうっていうことにはならないな。相場で物が多くなればその分安くなって、まさに需要と供給になってしまうから、価格転嫁ができるとしたら、できるかとかどうか分かんないけど、特に冬場のメロンとかそういうやつで暖房費があまりにも高いから、やっても無駄みたいな感じで、いつもやってる人がやらなくなったりとかすると、値段が上がったり、それも需要と供給、需要に対して栽培する人が減るからおのずと高くなる。そういうことはありえるかもしれない。市場に行って、僕千葉県の温室組合連合会の会長なんですけど、市場に行ってもうちょっと高く毎回高く買ってもらいたいっていうことは伝えるんだけど、結局相場だから材料が高いから、じゃあ高くしましょうってわけにはいかないんだよね。競売だから。そんな感じですね。農産物なかなか難しいところです。あれもそうだと思うんだよな。直売所とか僕あんまり行かないんだけど、直売所もやっぱり例えばトマトとかが棚に荷が薄くなってきたりするとそこそこの値段だけど、みんながトマト作り始めてトマトが棚にわーいっていっぱい並ぶと、やっぱり値段を下げないと売れなかったりするみたいで、今特に
トマトがすごいいっぱい並んでるみたいで、直売所なかなか競争が激しくて大変だって言ってた仲間が。はい、次、としひろさん、森田さんこんにちは。図解での株間の説明ありがとうございます。60センチ間隔で4本を予定していましたが、40センチ5本に変更します。種類はクラリス、マリアージュ、高見、キータン、ライデンです。今年はリン酸分の多いバットグアノとカニ殻を肥料を追加するため、どのぐらいの糖度が出るか楽しみです。リン酸を足すのはとかカニ殻とかは微量要素になるからいいと思うし、リン酸もリン酸ってね結構土の中には残りやすいって言われてて、結構うちも土壌検査するとリン酸分が高いって出てくるんだけど、だからといってリン酸を減らしたりするとメロンが良くなくなっていくっていうのも、残ってるリン酸が植物が吸いづらいリン酸が残ってたりするんで、その数値を鵜呑みにしてその分リン酸を引いて肥料設計したりすると足りなくなる。結構あるあるです、農家には。なのでリン酸もある程度最初からしっかり入れてって、本当にアホみたいにリン酸が多くなると弊害が出るのかもしれないけど、リン酸が少しぐらい多いぐらいだったら特に弊害も出てこないんで、むしろ肥大とかも良くなったり、リン酸はね根張りにも使われるって言われてて、活着した後にこう根を伸ばしていくっていうのはリン酸が作用する。窒素とリン酸ね、リン酸も作用する。そしてリン酸は果実がついた時に果実の肥大だとかに影響してくるから、やっぱりリン酸も重要成分ですね。はい。それとシャインマスカットにメリットを塗った動画のやつで、名古屋名神さん、森田さんこんばんは。自分はブドウ栽培の参考に早押しブドウ園の YouTube を見てみます。やはり発芽時は冠水が大事だと言っていました。ありがとうございます。多分見てこの動画見た時にみーちんさんが多分水が少ないんじゃないかなって多分心配してたと思うんですけど、ほぼ毎日というか1日おきぐらいには最低でもビシッとたっぷりかけてるんで、大丈夫だと思います。むしろ、まあうちのこの千葉県の富津市っていう内房でこう富津市って岬がこうやってすげえこの細いチーバくんのねチンチンぐらいのところに東京湾にこう岬がスーッととんがった岬が出てるんですけど、その根元近くに僕ん家があるんですけど、砂地なんで水切れが非常にいいので、やっぱり水をかけるのは大事にしているんですが、去年長野パープルとシャインマスカットを失ってしまいました。あれは2年してるのでもうしっかり根が張ってっからそうか露地だしそんな簡単に水切れなんかしないだろうとちょっと思ってしまいました。残念なのでもう同じことは繰り返さない。今回の植えたやつもちゃんとに定期的に水はかけていきます。はい、みじんさんご心配ありがとうございます。メリットはね塗ったらね効いてきた気がする。メリットを塗ってからこう花芽がすげえ動き始めたような感じに見える。悪くないと思う。さあそして釣り吉やっくん、双葉が徒長したのですが苗を植えるとき深植えはしない方がいいですか。なお品種はビセンスで森田メロンで比較すると徒長は2倍です。そっか、品種によってはカイワレが伸びるその根元のやつがここがなるべくそこは短くいきたいんだけどビュって伸びちゃう時がある。
それはね、発芽して野温が高い。まず原因として考えられるのは野温、温度が高い、可愛がりすぎて徒長する。それとあと水が多い。水が多くて、温度が高いともうビューッと気持ちよく伸びていっちゃうから、そこらを加減しながらなんだけど、そこらが難しいかな。だから今もうどこにヤックンが住んでるのかわからないんだけど、それこそ15、6度野温があれば今多分十分だと思うんで、そんなにで朝小早く開けてあげるとか、ちょっとなんつうの換気を早めにしてあげるとかで対処はできるんだけど、やっぱり徒長するとちょっとやっぱりその後がなかなかちょっとうまくできないというか、つるばっかり伸びて場所も取るし、細くてピューって伸びちゃうやつだとなかなかうまくいくあれがないので、頑丈に育てていきたいですね。あれがいいかもしれない。計算カリかなんかをちょっと鉢元にパラパラパラっとやって溶かして水で溶かしながら効かせていくとしゃっきりとね頑丈になるはず。計算カリは悪くないと思うよ。ぜひちょっとあまり徒長が気になるようだったらやってみてください。葉肉も厚くなる。そういう苗は将来良くなる。僕も今マグマ SI っていうやつがある。これも計算成分なんだけど液体になってて、葉面散布でもうかけるの時にも使えるんだけど、1瓶 500cc でね7,000円ぐらいするんで、あまり家庭菜園でやるんだとするとちょっと高価すぎるので、計算カリがいいですね。計算カリを鉢のところにパラ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 っと巻いてあげると、まあなんでいいっつってもやりすぎじゃないで、数粒とかをパラパラパラってやって水で溶かしながら寒水で溶かしながらこう丈夫にさせていくっていう感じで意外と効きます。これマグマ。計算の原料をドロドロのに高熱で溶かしてマグマみたいにして、でそのドロドロの状態を定着させてみたいなやつで、あれはねすっげえ効く。かけるともうシャキンってなる。苗の時には必ず育苗期には2回貝割れが開いて本葉が1枚出てきた時に1,000倍か2,000倍に薄めたやつをこうじょうろで灌水してあげるみたいなことをやってしっかりした苗を作るってことをやってます。はい、それでは次、純一さん、ありがとうございます。森田社長、いつも楽しく拝見しております。農家さんを尊敬しております。森田社長の場合、農業経営でのリスクヘッジはどのようにしているのですか？あとは休みの日はどのように過ごしていますか？農業のリスクヘッジというか、メロンをずっと一年中続けていくってことがリスクヘッジになっているのかな。もちろん春からメロンって言われるものがいっぱい出てくると市場価格っていうのはやっぱり下がってくる。で冬場はもう安定してずっと高いんだけど、なのでやっぱり冬暖房しても作るし、春暖房がなくても作る。であとはやり続けるってことはリスクヘッジかな。お金の面で言うとやり続けてるからそんなにあんまりデコボコはしないから、それがリスクヘッジになってるのかな。あとはいろいろ僕投資ももう20年以上20年30年近くやってるんで、そっちのお金は当てにしたことないんですけど、そっちも結構相場は農業と投資は結構相性がいいですよ。ずっとなんかちょこっと見られるし、まあでもそんなにいつも監視してるわけじゃないんだけど、
ラジオ、これラジオなんですけど、ラジオを聞きながらニュース聞きながら大きいことがあったらそれなりに動くとかで、みんなが、ニュースとかで総悲観というかどんどん株が下がっていくとかっていうなった時には買い向かうことにしてます。だいたいそれも新興とかじゃなくてもう大きい、製造業で言えば新日鉄だとかトヨタだとか、あとは今は船舶がね、日本郵船だとか三井、とかがなんかホルムズ海峡がどったらこったらとかって言ってんのに、郵船とかの海運の株すっげえ上がってんだよな。なんでだろうな。これは配当がいいっていうのもあるんだけど、結構利が乗ってる。50% とか乗ってんもん。1.5 倍になってるわ。面白い。だから持ったら忘れちゃうというかで、どっかのタイミングで今度陽気になってきて最高値更新とかって言い出したら売るっていうことを繰り返しています。今どっちかっつうと買い場なのかもしれないなっていうか、そっか、うちのチャンネル株のチャンネルじゃないんで農業のことにあとは休みの日は毎日休みです。僕どっかに出勤してるわけじゃないし、温室のこのすぐ近くにお家があるんで、お家の庭で農業をプレイして遊んでるみたいな感じだから、毎日休みというか生活になっちゃってるんで、そんな感じですね。あとは趣味は結局農業になっちゃってるのかな。百姓が休みみたいな、仲間と共にやる農業。普段僕はメロンばっかり作ってるんだけど、百姓に行くと動画の中でもあったようにハウス建てたりだとか、ちなみにこういうガラスの温室も全部百姓を建てるんで、建てるし、パイプハウスも建てるし、あとは田んぼの仕事、大きな機械とか乗りながら乗って、田んぼを耕すとか、そういうやつのそういう遊びだと思ったら遊びなんだよな。でしかもお金がくっついてくるという。もう50歳なんで、若い時はねモーターっつうかエンジンが大好きだったな。オートバイだとか車だとか好きだった。スバリストなんでスバルが好き。軽トラもスバルだし、昔はやっぱりレガシー乗ってたし、水平対向 GT。 今はあんまり興味がなくなっちゃったな。今その代わり子供がオートバイ乗ってますね。一番上のお姉ちゃんが23歳で、彼女はこの間新車で目黒を買ったって言ってた。目黒買ったっつって持ってきた。目黒復刻版、目黒を川崎が復刻させてかっこいいオートバイだったけど高い、90何万っつってたので、大学生の息子が、これが今年20歳になるんだけど、彼がバイト一生懸命頑張るんでオートバイが欲しいっつって、自分で買うならと言いながらもまだ20歳になってないのでローンは組めないんで、おうちローンでバリオスを買ったね。川崎、これも川崎、昔のフルパワーの方のバリオスかな。トラブルはバリオスちょっとありそうなんですけど、結構速いオートバイでいいオートバイだった。レッドバーガンで買ったって言ってました。親の子だと思って死なないようにしてもらわないと。2人とも多分その下に娘が2人いるんだけど、その2人の娘たちもそのうち乗りてえとか言うんだろうな。あと一番下の娘が今度中学生になるんで、この春休みのうちに携帯を買ってあげないといけない。 iPhone17、 普通のノーマル版の方の iPhone17 を12万ぐらいするっつってさ。
お父さん大変だな。携帯一生懸命メロンを作って買ってやります。はい、そんな感じです。純一さん、またコメントください。何か面白いです。農業系じゃなくても僕の中にあることだったら答えられるんで、ありがとうございます。次、シャインマスカットのメリットのやつで本田さんが、東海市の本田です。暖かくなってきましたね。いろいろなことをするんだ。勉強になります。農業はね、工夫でまめにいろいろやると、その分ちゃんとに良くなったりとかするっていうのもあるし、やりすぎっていうのももちろんあるんで、理屈に伴って裏付けがあってやった方がいいっていうことはやった方が良くなる。それに加減はあるんだけど、足せばいいもんばっかりでもないんだけど、あとは足しすぎる、例えば肥料を入れすぎると取ることはできないから、ある程度こう打診で、これだったら多すぎはしないだろう、少ないかもしれないけど多すぎはしないだろうっていうぐらいで入れといて、でもし少ないような反応が出たらその分足してあげたりすればいいだけなので、やっぱり水もかけすぎると乾くのを待つしかないんで、いい加減にかけてでそして乾いてくるなり、あとは水が足らないっていう風になればもう一回かけてあげればいい。そんな感じでやってるといいもんになっていくような気がします。昔の動画、食べた千匹屋メロンの最初の F1 の時の動画に勝子さん、そんなに開きまくって食べずに捨ててしまうんでは。捨てません。優秀なメロンだったんで、いっぱい切ってもうちのメロンを食べたい人結構いっぱいいるんで、お客様に、メロン買ってくれるお客様に切った後にラップをかけておいて、その日のうちに連絡して欲しい人っつって連絡して取りに来てもらって全部あげてます。あとどうしても余るようだったら百姓の仲間たちがいつも夕方になると事務所に行くと何人かいるんで、彼らにみんなに配ったりしてますね。メロンはね、自分で作ってるけどやっぱりもったいないんで捨てたりはしない。心配してくれてありがとうございます。大丈夫です。引き続きまた動画見てください。よろしくお願いします。で、先日出した井戸の動画、井戸掘り、急遽井戸掘りしてちゃんと出たんでよかったです。杉山さん、ハウス建てるのも井戸掘るのも高額、自主成功できる技術が素晴らしい。井戸掘りチャレンジしてみます。杉山さんの動画を今鋭意編集中なので、多分静岡の杉山さん、静岡のといえば富士山の伏流水を掘りに行ったっていう井戸掘り動画があるんで、それをかなりの長編、撮れ高が3時間以上あるんで、これをうまく収めて、前後編になるかもしれないけど30分動画2本ぐらいでなんとか収めながら作っております。そしてもうチャレンジしてみますって言ってからそうなんだよな、うまく出せなかったんだけど、ちゃんとに出るまでまた静岡行くんで対策をいろいろ考えてもう一回行くんで、ぜひ掘ってみましょう。はい、コメントありがとうございます。肉コップンさん、竿缶や竿じゃねえな、これタコ缶やタコかな、枠缶と一緒に沈めていかないと、石が出た時に掘り進めても石も一緒に沈んで、なんなら新しく出てくる石も合わさって増えてそこに溜まっていきやすいので運要素が大きくなる。確かに今回の動画も上の層をちょっと整地したらしくて、その整地したところに採石か何かが石みたいなものがゴンゴンゴンって当たってて、それを無理やりこう沈めるのか、下に沈めるのか、脇に逃がすのかみたいな感じで、脇に逃げてってくれればいいんだけど、下にどんどん進んでいくとかなり下にどんどん行かなくなるからね。
多分逃げてくれたんじゃないかな。先っぽがこうちゃんとに結構三角になってるんで、こう吹き出てる水の横にこう逃げてってくれてればっていう感じではいるんで、素晴らしい肉コップンさん、まあそういうことですよ。でまあでもあんな感じで掘ってるから、もしそういう感じで進まなくなったら、もうちょっと離れた場所にまた掘り直すとか、そういうこともできるんで、やっぱり取り掛かりが簡単なやり口だから、やり直しもすぐ効くということもあるんで、このやり方ですね。はい。静岡の富士山の伏流水はかなりの苦戦。あれはちょっと対策組まないとうまく出せないと思う。はい。チャレストタワッタ。チャレストタワッタさん。でもこれ日本語だから外国語じゃないな。クリス読めなくてすいません。はい。すいません。このネットのサイズはどのくらいですかね。先っぽのだけ見てもらえ。高さで白いネットを見ますけど、ネットのサイズはわからないので、ちょっと説明できますか。よく頑張ってるみたいなんだけど、ご苦労様でした。いや、ちょっと日本語があれだから、外国の方の可能性があるな。ネットのサイズは1メーター1メーター四方。そして粒々の穴をたくさん開けてある場所がだいたい70センチ。上に15センチ、上に10センチ、下に20センチぐらいの余剰を設けて、1メートルをぐるっと2周半ぐらい回すかな。3周4周、まあそれを何周も巻いて1メートル分全部ネット巻いてあります。なのでこう砂であれする確率はちょっと上がってしまうけど、出る時の水は結構きれいな、砂とか噛まずにいい水が意外と出てきます。はい。一応外国の方かもしれないんで、コメントでもちゃんとに返しておきますね。コメントありがとうございます。そんな感じですね。40分待ちた。今日今からやらなければいけないことが、今何時だ？4時だ。3時50分。今日必ずやらなきゃいけないのは、カーテンのワイヤーが切れたんで、カーテンのワイヤーを1本引き直すっていうのと、あとはここの部屋に予防を一発やってあげたいんで、そうですね、そんな感じですね。今からやろうと思います。そしてこの動画をこれは動画編集しないんだけど YouTube にアップできるようにちょっと加工するっていうことをします。はい、それでは1週間暖かくなってきました。春になってまいりました。芝生も緑になってきた。メロンも大きくなってきたので、また今週も1週間頑張っていきましょう。また良ければコメントをどんどんください。そしてグッドボタンをお願いします。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。以上です。長々とすいません。ありがとう。